お前らが無事に戻ってきたのは喜ばしいが、さすがにみんな疲れた顔してんな。ベリスだって同じでしょ。これ本当にまずいことになってる感じがするわ。すでに本来の歴史が歪んでしまった異界が出てきてる。大丈夫か、ジューム。君が一番消耗の度合いが激しそうだが。心配ない。ほんのかすり傷。ジュームさん、もしかして国務の使徒に遭遇したんじゃ。今戻ったわ。みんないるかしら。遅くなってごめん。また変なのに会っちゃってさ。戻ったか。よし、みんなが揃ったところで今一度状況の整理をしよう。一人足りてねえからな。そこんとこ忘れないでくれよ。留意する。それぞれの異界で国務の力が増大した状況を考えると共通点があるな。どの場合でも国務の使徒どもは人間が持つ負の感情を煽ってるってことか？その通り。怒り、憎しみ、あるいは恐怖や絶望。連中が最初にばらまく国務の力はきっかけのようなものに過ぎないと考えていいだろう。それを浴びてしまった人間は内なる負の感情を刺激されて、簡単に言うと狂ってしまう。その結果、人間たちはさらに多くの国務の力の元を発生させちゃうんだね。で、言ってみればそうやって培養された国務の力をあいつらは再び集めていると。ランダルの時は怒りとか憎しみを突然爆発させられちゃったって感じだったけどさ。ルアーサたちと会ったあの町は、あそこの人たちは何を刺激されてあんなことに。それは不安なんじゃないかしら。戦乱の中で見捨てられて誰も守ってくれない、そういう不安よ。故に人々は結束を求める。何かを旗印にまとまること自体は悪くない。だが何事も行き過ぎれば毒。リソルという国務の使徒はそれを分かっていて煽ったのだ。いい質だな。私が一番苦手なタイプかも。合わないでよかったよ。ジュームが行った異界はどんな感じだった？あまり人間がいない異界だったよね。で、どうしたのジューム。だいぶ参ってるように見えるけど。参ってない。かすり傷って言った。ダメよ。ジュームちゃんもすぐ無理するんだから。はい、ちょっと見せて。こら、勝手に触れ。痛っ。ほら痛いんじゃん、この強女っぱり。この傷、これはジュームちゃん、国務の使徒とビーガと戦ったのね。やっぱりどうして黙ってたんですか？別に黙ってたわけじゃない。後で報告するつもりだった。嘘つけ。おい、話は一旦終わりだ。手当てしてやるからこっち来い。
ジュームにこれほどの手傷を負わせるなんて、やっぱり侮れない相手だね。それで交戦した国務の使徒の方はどうなったんだ？倒したと言えないのが情けないところ。あのガキ、今回は姿を見せないと思ったらやってくれるじゃない。珍しいな。君がそんな風にジュームの心配をするとは。はあ？私がいつジュームなんかの心配をしたのよ。私はやってくれるって言っただけだし。はい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 、わかったわかった。ほんと素直じゃないんだから。うるさいうるさい。そんなことより光の意志、もう一個大事な話。ルルギアの件分かったわよ。ルルギア本人じゃなくビジョンだっただろ。本人と錯覚するほどの強力なビジョンか。ラナンさん、それって前にも。ああ、似ている。バルディア、いやアルストリアの時と同じだ。それでルルギア本人はどこに？その話はこれから。私見たの。光の意志、悪いけど私が見たものをみんなにも見えるようにしてもらえる？これは城ですね。ルルギアのビジョンを倒した時に私の魔力と感応させたらこの映像が出てきたの。多分ルルギア君が私たちに手がかりを残してくれたんじゃないかしら。ってことはルルギア本人はこの城にとっ捕まってる可能性が高いってことか。うん。生存に希望があるのは結構なことだが、逆に猶予がなくなったとも言えるぞ。もしこの情報が我々に渡ったことを国務の人も察知していた場合、彼らはどういう手に出るだろうか。了解。ちょっと行ってくる。あれ、今回はいつもの儀式は。うるさいよ後輩。私だってちゃんと時と場合は考えてやってるの。失礼しました。すみません。それにもしまた国務の使徒が現れちゃったら、私じゃないと相手できないかなと思ってさ。何しろ私ジュームと違って2回もあいつら追っ払ってるし、それも無傷で。さすがに無傷ではなかったような。はい、聞こえない。勝ったのだけが事実です。
うわ、開き直った。っていうか、ラフ、もしかして。これが言いたかったから、今回はめんどくさいごっこしなかったの。なんて嬉しそうな笑顔なんだ。やれやれ。精神が子供にも程がある。やっぱり私が行く。ルシオ、一緒に来て。何言ってるんですか。ダメですよ、その怪我で。あなたを盾代わりにして戦えば、今の私でも無傷で奴らを倒せるはず。こっちはこっちでむちゃくちゃ言いやがる。もうラフ、いいからさっさと行って。こっちがめんどくさいわよ。怪我人はおとなしくそこで私の活躍を見てるといいわ。あんたの分も入れて3倍返しで締めてきてやるから、さっさと傷直しなさいよね。わかった。じゃ、そのアンビル城とやらに乗り込むよ、ペレーネ。はーい。ペレーネ、ちょっといいか。あら、何かしら。毎度すまないが、あのお子様のことよろしく頼むぜ。今さらそんなこと言われるまでもないわ。任せておいて。ベリス君の方こそジュームちゃんが無理しないように気をつけてあげてね。何やってんの、ペレーネ。行くよ。はいはーい、今行くわ。大丈夫なんでしょうか。心配しなくても、ラフの実力はルシオよりも上。ジュームさん。なんだかんだ言ってラフさんを信頼してるんですね。してない。ラフがルシオより強いという事実を指摘しただけ。はあ。難しい。私のビジョンを倒してくれたか。これでいい。それにしても恐るべきはあの国務の力の使い手。まさかこのような事態になってしまうとは。貴様たちがこの異界を乱す元凶か。光の意志とクリスタルの戦士の名において邪悪滅すべし。
難敵だった。だがこれでこの異界の危機は去ったはず。すぐに任務完了の報告をしなければ。転移ができない。なぜ？何者？個体の識別などに意味はないが、ディアルトと名乗っておく。ディアルド。クリスタルの戦士、お前が生まれた地に戻ることはもはやできぬものと知れ。お前が信奉するかの存在、光の意志とお前の同胞たちは間もなく滅びを迎える定めにある。我らが国務の力によって。国務の力？光の意志と仲間たちが滅びるとはどういうことだ？すでに全てのコアクリスタルは国務の力によってその輝きを塗りつぶされた。座よりこぼれたコアクリスタルはいずれ我らが対岸を果たすための礎となるであろう。ディアルドと言ったな。貴様が何者かはこの際問うまい。だが光の意志とコアクリスタルの存在を汚そうと目論むのならば、このルルギア、クリスタルの戦士として貴様を滅するに躊躇はない。愚かな。バカな。私の力が。無駄なあがきだ。とうの昔にお前は我らが術中にある。気づかぬか、この空間に満ち溢れる国務の力に。なんだ、倒した魔物の死骸から立ち上るこの力は。なんとまがまがしい。いかん、取り囲まれる。たった一人でこれほどの魔物を退けたその武勇は認めよう。だがそれが仇となったな。今のお前にはもはや逃れる術はあるまい。あれからどれほどの時が経過したのだろうか。一つわかるのは、光の意志の仲間たちは健在であるということ。おそらくはコアクリスタルの輝きも守られたはず。ならば私のビジョンを倒した者がいずれ必ずここへ。まだ意識をしっかりと持っている。大した精神力だ。ディアルド。さすがはこの世界の均衡を守るなどと大口を叩くだけのことはある。だがお前たちはまだ知らないだけなのだ。何？死
真の安定、美しい世界のありようをお前たちは知らない。いずれその目で確かめることになる。それまではせいぜい役に立て。貴様また。行け、人形。もうよせ。分かったはずだ。私のビジョンでは私の仲間を倒すことはできない。こんなことをして何になる。貴様の言う真の均衡と安定がどういうものかは知らないが、このような方法でなければ成し得ぬことなのか。話し合い理解し合う余地はないのか。ない。なぜ。我らの生命としての成り立ち、根幹が違うからだ。我らは無数に存在する異界の最果てで生まれた。そこは他の異界に救う生命体が発する負の感情だけが無限に流れ込む暗黒の世界。異界の最果て。すなわち怒り、絶望、嫉妬、憎悪、欺瞞、強欲。我らは流れ込んだそうした感情が無数に折り重なり、凝縮された末に絞り出された一滴。ではお前の中には負の感情しか存在しないとでも。我らが内にあるのは怨嗟と嫉妬、欺瞞と虚飾、虚無と破滅への衝動、そして無限の定感。故に我らの精神は最初から諦めているのだ。相互の理解などありえない。バカな、そんなことがあるものか。希望と絶望は表裏一体。まず希望を持たずして諦めるなどということはありえない。我らは人に似て人にあらず、最初からお前たちが従う断りの外側に生まれついているもの。ならばこの対話は何だ。貴様と私はこうして向き合い話をしている。その意志があるのならば無益な争いは避けられる。そうは考えないのか。いつになく雄弁だな。
それがお前の本質か、それとも時間稼ぎのつもりか。なるほど。ただ我らに魔力を奪われるがままにしていたわけではないということか。まあいい。お前が何を企もうと全ては無駄なことだ。その言葉そのまま返そう。貴様が何を企もうと必ずや私の仲間が阻止するだろう。そうか。では好きにせよ。我らは我らの望みを果たすまでこの国務の力と共に。わかる。見た瞬間に感じ取れる。凄まじい国務の力があの中に。異界という異界から集めてきたというのか。そいつまだ死んでないんだ。ビーガか。要件は？要件なんか一つしかないだろ。ほら、イミテーションコア、他の異界で集めたやつ。わかった。預かろう。誰でもいい。早く。寒っ。雨降ってるじゃん。ついてないな。ここがアンビル町。なんだかお城っていう割に物寂しい場所ね。でも間違いなく私がビジョンの魔力から見た場所だよ。さて、どこから中に入ったもんかな。少し周りを見てみましょうか。やっぱり素直にこの城門から入っていくしかないか。ってあれ、ペレーネ、あそこに誰かいる。さっきまでいなかったよね。女の人みたいね。こんな場所で何をしてるのかしら。どうする？城に入るところ見られるのもなんかあれだな。まあ大変。ラフちゃん、魔物よ。あの人を狙ってるみたい。あんたが言うと全然大変そうに聞こえない。ああ、もう。そこの人、動かないで。今助けるから。あれ？ラフちゃん、急に立ち止まらないで。いったー！いきなり後ろからぶつかってこないでよ。足絡んでる。あらあら、どうしましょう。動かないで。倒れる。うわー！いたたたたたたた。腰打っちゃった。最悪。もう、なんなのよ。だってペレーネは急に止まれないって
って言うでしょ。あなたたちは？ああ、あなたが魔物に襲われているようだったので助けに来ました。うわ、これ呆れられてない。こんな格好悪いの嫌だ。ラフちゃん、ラフちゃん、頭抱えてないで。ほら、魔物が来るわよ。この魔物たち、どこかがおかしい。ですが、この地に眠る者たちの安寧を妨げることは、この私が決して許しません。揺らめく黒き閃光、その力を解き放て。シャドウローズ。揺らめく黒き閃光、その力を解き放て。国務の力に汚染された魔物たちをこうも簡単に。私たちの助けなんていらなかったみたいね。すごい魔法だったわ。魔法もなんだけど、そのブラックな衣装もすっごくクール。あんた、いや、あなたは何者です？私の名はヘレン。あなたたちこそ何者です？見たところ武器商人ギルドのものではなさそうですが、ここで何をしているのですか？私は。どうしちゃったの、ラフちゃん。そんなにいっぱい汗なんてかいちゃって。なんだかお顔も赤いみたい。もしかしてお熱でもあるんじゃ。だってこの人すっごくかっこいい。じゃなくて、ここに来たのは強いて言うなら仕事？そう、仕事よ。仕事？なんで睨むの？でもその目つき。仕事とは宝探しの流れ者か、それとも盗賊の類か。であれば今すぐ立ち去りなさい。私盗掘なんてしません。泥棒なんかじゃないです。ラフちゃん、あららいきなり人をコソ泥呼ばわりとか失礼でしょ。先ほどから挙動が不審ですね。人に探られたくない事情があるのでしょうか。まさかあの東方の者たちを害するつもりでは？東方って何のことよ。知らないですし。ヘレナさんでしたかしら。とにかく私たちここに大事な用があって来たんです。
決して怪しいものではありませんから分かってください。その言葉を鵜呑みにできるほど私も甘くはないつもりです。特にこの場所で。あら、これはなんだか良くない雰囲気よ。おとなしく立ち去るならよし、拒否するならば少し痛い目に遭ってもらうことになります。あなたたちにその覚悟はあって。ちょっとどうしてそうなっちゃうの？お願い、ストップ！ストップ！これ以上はお互いにとってあんまりいい結果にはならないわ。分かってくれたみたい。あなたたちの戦いぶりによこしまなものは感じなかった。どうやら私の勘違いだったようです。私が少し感傷的になってしまっていたようですね。ごめんなさい。やっぱりこの人やばい。全身を包み込む憂いのベールってやつ。オーラが半端ないよ。名前を伺っても？ラフ。テレーネと申します。よろしくお見知りおきを。ラフにペレーネ。この大陸にもまだまだ才ある者がいるのですね。かつては戦場の黒きバラと呼ばれたこの私の魔法をしのぐと正直驚きました。戦場の黒きバラ。ラフちゃん。戦場の黒きバラって、そんなイケまくってる二つ名をさらっといい声でアフ。しかもかつてはとか過去形なのもエモ。急にうずくまってどうしました？もしかしてさっきの戦いで負傷を？私としたことがすぐにお見せなさい。ダメ。そんな素敵なお声で耳元にささやかないで。元はといえば私の勘違いが原因なのですから、遠慮など無用です。もうダメ。この人かっこよすぎるよ。
眩しすぎちゃあら、あららら、ラフちゃんしっかり。少しは落ち着きましたか？はい。多分、きっと、おそらく。すみませんでした。別に謝ることでは。おかしな子ですね。それで、結局あなたたちはこの城に何をしに？仕事と言っていたけれど。ペレーネ、ちょっとならいいよね。ね。なんていうか、この人には嘘つけないよ。そうね。悪い人ではなさそうだし。実は私たちの仲間がこの城のどこかに捕まっているかもしれないんです。また私？あらあら。この城に仲間が。それは確かな情報なのですか？ほぼ間違いないかと。なので見過ごすわけにもいかなくて。早く助けないと殺されちゃうかもしれなくて。嘘ではなさそうですね。なるほど、わかりました。そういうことであれば私も同行しましょう。ついてきてくださるんですか？お気持ちは嬉しいんですけど、そこまでしていただくわけには。そうだよね。これは私たちの問題だし。私は去る事情があってこの城のことをよく知っています。あなたたちの実力は認めますが、城の内部には危険な罠もあれば魔物も数多く救っているのです。仲間を助けるのに戦力は多い方が良いでしょ？違いますか？それはまあ。それにあなたは先ほど自分たちの問題だと言っていましたが、この城は私にとっても特別な意味がある場所なのです。特別な場所？何か事情があるみたいね。あなたの仲間を捕らえたという者がもしこの場所を汚すような真似をするのならば、それは決して許してはおけません。そういう意味ではこれは私の問題でもあるということです。また出たこの表情。凛々しいのにすごく切ない感じ。素敵。なので私の同行を許してもらえますか？そういうことならもちろんです、お姉様。お姉様？やだ、私思わずポロッと。あなたの姉上は私に顔立ちが似ているのでしょうか？でもさすがにお姉様はちょっと。私はあなたと同じか
もっと大きい息子がいるのですよ。嘘！信じられない。じゃあせめてヘレナ様とお呼びしてもいいですか？本当におかしな子ですね。私とあなたは主従ではないし、たった今出会ったばかりなのに。私がそう呼びたいんです。ダメですか？わかりました。お好きになさい。ありがとうございます、ヘレナ様。もうすっかり昔のラフちゃんに戻っちゃって。なんだか懐かしいわ。ラフちゃんが戦士として目覚めたばかりの頃は、私のこともペレーネ様とかお師匠様って呼んでくれてたわね。ちょっと、いつの話してんのよ。そんな大昔の。思い出したらなんだか寂しくなってきちゃったわ。昔のラフちゃん可愛かったわね。いつもペレーネ様大好きって私の後ろをちょこちょこついてきてて。やめて封印されし過去をほじらないで。もちろん今でも世界一可愛いのは間違いないんだけど、だから仲間があなたたちの助けを待っているのではないの？侵入するならこちらへ。比較的魔物の数が少ないところを通れます。ヘレナ様、待ってください。なんだか妙なことになってきちゃったわね。ルルギアくん、もう少しの間頑張ってくれるといいのだけど。以前よりも魔物たちの強さが明らかに増している。これは一体。ラフ、ペレーネ、この魔物たちについて何か思い当たること。見たペレーネ。今の戦いでのヘレナ様の立ち回り、なんてクールなの。毎回こんなの見せられたら、私いつまで正気でいられるかわかんないんですけど。そんなにはしゃいじゃって。もう十分舞い上がってるから今さら気にしないでも平気よ。そう？じゃあもっとヘレナ様のおそばで見させてもらっても。あなたたち、
城内はとても広いですが、仲間がどの辺りにいるのか見当はついているのですか？ああ、それならなんとなく。城に入った時からほんのりとあいつの波動を感じますし。この感じだと城の一番奥、地下の方かしら。ねえラフちゃん。だけどなんか変な感じ。あいつとの間に薄皮一枚挟まってるみたいな。地下と言いましたね。地下へ続く隠し通路の存在はリオニス王家だけが知る秘密。やはりこの子たち単なる傭兵や流れ者ではない。私が感知できない何かを鋭敏に感じ取っている。それにこの並外れた戦闘能力。ヘレナ様？ヘレナ様？この動乱の時代にこれほどの力の持ち主がどの王の帰化でもないなどと、やはり私の目で正体を確かめておく必要が。ヘレナ様、どうかしましたか？いえ、何も。最深部ですね。行きましょう。私なんかがこんなこと聞いたら失礼かもしれないんですけど。この城で何かあったんですか？そのヘレナ様に関係ある？なぜそう思うの？なんか城に入ってからずっとヘレナ様どこか辛そうだったから。今も物思いにふけってらしたし、そんなお姿も素敵じゃなくて、前にもこの城に来たことがあるみたいだし、ちょっと気になっちゃって。ラフちゃん、それはヘレナさんにとってはお話ししたくないことかもしれないわ。あまり立ち入ったことを聞くのは良くないんじゃないかしら。いえ、そうですね。確かにここにはあまり良い思い出はありません。しかしそれはあなたたちには何の関係もないこと。気遣いは無用ですよ。何か私たちには及びもつかない複雑な事情がおありなのですね。失礼いたしました。こちらこそ逆にお気遣いいただいて痛み入ります。連れの非礼は私からお詫びいたします。どうぞご容赦くださいまし。こういう時はヘレーネってちゃんとしてるよね。さすが師匠さん。何？最後よく聞こえなかったわ。もう一回言って。言わない。とにかく私もごめんなさい。忘れてください。ありがとう。ラフは優しい子ですね。城の最深部へはこちらが近道です。急ぎましょう。はい。ラフちゃん、ヘレナさん行っちゃうわよ。ついていかないでいいの？行く。今度はラフちゃんが物思いにふけっちゃって。ど
あの人ものすごく重いものを背負ってるよね。私にもそれぐらいはわかる。その経験の重さとかいろんなものが積み重なってああいう佇まいになるんだなって。それに比べて私の薄さはよく考えずに無神経なこと聞いちゃうし。途方。まあまあ、今日はどうしちゃったの？らしくないわね。だね。自分でもそう思う。じゃあこの話は一旦ここまで。今はルルギアの救出に集中。あ、待って、私一人だけ置いていっちゃ嫌よ。奥に行けば行くほど魔物の強さが増してる。まずいなこヘレナさん、大丈夫ですか？心配いりません。ですが、どういうことでしょうか。この胸を押しつぶしてくる邪悪な気配は。国務の力。どうやら国務の使徒たちがこの城を根拠地にしたのは偶然ではないみたいね。この城に住み着いている魔物たちの感情まで利用してるってこと？多分。なんせ魔物でしょ？この数でしょ？いっぱい集まると思うわ。あなたたち何の話をしているのですか？私たちが相手にしなきゃいけない敵のことです、ヘレナ様。私たちの敵は怒りとか憎しみとか、そういう感情を力に変えて集めているんです。でも人間だけでなく魔物の感情すら利用するとは思わなかったわ。別に魔物に同情するつもりはないけどさ、なんか気に入らないのよね。人間も魔物も多分私たちもみんな同列に力のもと、それとも餌ぐらいに考えてるところが。あなたたちは本当に一体。ヘレナ様、ここから先は本当に危険です。国務の力の濃さが比べ物にならない。人間たちにこれ以上迷惑はかけられません。もう大丈夫ですから外で待っていてください。ここまで案内していただいて本当に助かりました。後のことを。人間、まるであなたたちが人間ではないような物言いですね。実際そうなのでしょうね。ですがちゃんと話さなくてごめんなさい。実は私たち本当に人間じゃなくて。
いつの間に魔物が？私も全然気がつかなかったわ。ただの人間ではないものでも背中に目はついていないようですね。お気をつけなさい。ヘレナ様の安全を考えて言ってるのに、こんな時までかっこいいなんて卑怯で。何を言っているのですか。ほら、しっかりお立ちなさい。さあ、先を急ぎますよ。先を急ぎますって、だからこれ以上は。気遣いは無用です。最後まで見届けます。ヘレナ様、わかりました。ヘレナ様は私が守ります。テレーネ、ごめん。それでいいよね。謝らないで。私はラフちゃんがやりたいことをお手伝いしたいんだから。ありがとう。それじゃあヘレナ様、行きましょう。ほら、これとこれ、こっちもそうだ。貴様、そのコアの数、どれだけの異界で。さあね、もう忘れた。でもこれだけ集めても僕自身は何も満たされない。何を言っている。リアルドと話したんだろ。僕たちがどういう生き物なのか聞いた？まあいいや。とにかく僕の中にはさ、炎が燃えてるわけ。妬ましい、羨ましい、ずるい。なんでみんなにあるものが僕には何もないのかってさ。それだよ。やっぱりお前も持ってるのか。あいつらの仲間だから。こんなボロクソになってんのにさ、目の中にずーっとあの紫のやつも、アードラ大陸じゃないところで戦った緑のやつも持ってた。希望だ。あ？今日より明日が、明日より未来が、より良きものであると信じる希望。そしてその希望を守り、世界の調和を守らんとすることを使命と見定めた者の誇り。希望？誇り？知らない。持ってないよ。それが目の中で光ってるやつ。くそ、羨ましい、妬ましい。なんで僕にはそれがないんだよ。それがあれば僕は満たされる。僕の中で燃えてるこの炎をどうにかしてくれんの？ずっと消えないんだよ、これ。ずっと熱いままなんだよ、この胸んところが。なんか別のもので埋めるか燃やし尽くすかしないとおかしくなりそうなんだよ。
だからさ、よこせよ。お前の目の中のそれくれたらさ、殺さないでやるよ。無理な相談だな。これは他者から奪うものではない。なんだよそれ、奪えない。じゃあどうするんだよ。希望は己が内に見出すもの。そして貴様はすでに満たされたいという希望を。奪えないんじゃどうしようもないじゃないか。ふざけんなよ。違う、私の話を。あら、なんだか楽しそうなことをやってるじゃない。私も混ぜてくれるかしら。リソル、いつの間に。ご挨拶ね。大切な仲間のために体を張って国務の力を集めてきたのに。嘘つきが。何が仲間だ。うざったいんだよ。そんなこと言われたら悲しいわ。私はいつでもあなたのことを思っているのよ。もちろんリアルドのこともだけどね。え B がそいつから取り出した人形はまだ動いているんでしょ。そいつが死んじゃったら人形だって動かなくなっちゃうんじゃないの。だから何。いいじゃん別に。私はあなたが良くてもリアルドが困るわ。そうしたら人形なんかに任せないで僕が戦えばいい。いいなそれ。そうしよう。何人か殺せば誰かから奪えるかもしれないし。本当に可愛いわね、ビーガは。私もあなたの気持ちは大事にしてあげたいわ。ねえ、リアルドもそう思うでしょ。ビーガ、お前が何をしようとも我らのお前の火は消えはしない。試させろよ。いつもそうやって。僕がやっと燃え始めてきた時に戻れだ帰れだ。うざすぎるんだよ。あの緑色した風の戦士は強かった。もう少しだったのに。あいつを殺したら奪えたかもしれないじゃないか。やらせろよ。国務の力の増幅と回収が最優先。それだけのことだ。他意などない。それならもう十分に集まったんじゃないの。私たちちゃんとあなたに言われた通りにやったわよ。まだだ。そう。ま、私は私で楽しくやらせてもらってるからいいけど。でも私たちが3つに分かれる必要なんてあったのかしら。事実、短期間で国務の力は飛躍的に増大した。リアルド、お前いつまでそうやって。何急に。まさか。来た。この感じはあの一番うざい闇のやつ。
水のやつもいる。水のやつって。ちっ、あの女まで。集めた国務の力を一つに集約する。それまで時間を稼げ。嫌だね。今度こそ殺す。それから奪ってやる。もし奪えなくても殺す。その時は僕の中の全部を燃やし尽くしてから殺す。リソル、お前も行くのだ。そうね。ビーガも私の手助けを待っているわよね。わかったわ。かわいいかわいいビーガのためだもの。おもりでも何でもしてあげるわ。闇に水来てくれたのか。ここが城の最深部みたいね。でもルルギア君いないわ。なんだろう、この場所だけやけに散らかってない？何かを探していたような。その通りです。この場所はもう徹底的に探索を行いました。この場にあったのは古代の遺物が収められた石棺。運び出すよう指示をしたのは誰あろう私自身です。古代の遺物。ちょっと穏やかじゃないわね。それはあなたたちを信用してここまで行動を共にしてきましたが、仲間やはり異物目当ての盗賊だったなどとは思いたくありません。待って、私はヘレナ様みたいなかっこいい人に嘘なんてつきません。あいつのルルギアの気配は確かにここにある。間違えるはずがない。隠し通路も隠し部屋もない。だとすればここで見えているものの裏側。そうか、異界と異界が隣り合うその隙間。やるよペレーネ。任せて。何もない空間に亀裂が。その奥に何かある。ほーら当たり。一気にルルギアの気配が強くなったよ。ラフちゃん、もういきなり飛び込んだら危ないわ。私は何を見ているの。これは現実。いた、ルルギア。ラフ、気をつけ。敵。ラフちゃん、左よ。
今日こそ殺す。うわ、引くんですけど、いくらなんでももう少しマシな挨拶とかないわけ？ジュームをやってくれた借りを返せるのはこっちも願ったりだけどさもう始まってるの？なんだかゾクゾクしてきちゃうわね。あら、あなたまで。ごきげんよう。またお会いできて嬉しいわ。水のクリスタルの戦士さん。なんというまがまがしい魔力。この者たちがラフの言っていた敵なのですね。誰お前。ただの人間じゃないか。邪魔だよ。死ねよ。そう、ただの人間です。ですが私も戦場の黒きバラと呼ばれた女、見くびられては困りますわ。こいつ人間のくせに。かっこいい。戦場の黒きバラ。深淵にたゆたう魔性たるこの私も。あら、なんかちょっと変わってない？魔女はちょっと直接的すぎたと反省している私です。この間会った時も思ったけど、面白い子よね、あなた。私、好きよ。あなたはどうしていつもそんな嘘ばかりつくのかしら？あんたは嫌い。私には本当のことを言ってくれるのね。おい、ふざけるなよリソル。そいつら僕が殺すんだよ。連携が悪いんじゃないの？お二人さん。熱い熱い。緑色と戦った時と同じだ。これなら僕は。何よ、笑ってるなよ。いいぞ、このまま。ペレーネとヘレナ様の援護があってこれやばすぎでしょこいつ。悔しいけどやるじゃんジューム。だけどヘレナ様の前でかっこ悪いところ見せられないし。やっぱりお前の目の中にもあるの？くそくそ、奪ってやる。ほら早く来いよ、僕に殺されに。聞き分けのない子供には少しきつめのお仕置きが必要なようね。この私に
本気を出させるところまで頑張ったのは褒めてあげるけど、私の右腕を解放したその後のことはもう責任持てないから。右腕の鎧を外した。ラフ、何を考えているのですか？何だったかしら。確か世界のすべてを喰らい飲み干す魔獣の牙がラフちゃんの右腕に骨の代わりに埋め込まれていて、放出する魔力があまりにも凄まじいから普段は鎧で封印してるのよね。世界を喰らう魔獣の魔力、それは本当なのですか、ラフ？まさかあなたも古代の遺物を？本当です解放した牙の魔力に肉体が耐えられるのは3分間が限界なのよ。それを忘れないで、ラフちゃん。無事に生きて帰ってきて。ペレーネ、後で覚えてなさいよ。どうやら急いで決着をつけなければならないのですね。ラフ、私とあなた2人の魔力を合わせましょう。できますね？それはつまり私とヘレナ様との初めての共同作業。はい、やります。決める、絶対に決める。本当にラフちゃんの魔力が限界を超えて高まってきたわ。すごい。冗談はやめてよね。私はもう嫌よ。リアルド。集約は完了した。2人とも戻れ。ほら聞いたでしょ、ビーガン。終わりよ、終わり。ふざけるな。ここまでやって終われるわけないだろ。奪って満たされるか燃え尽きるか、どっちかなんだよ。満たされる？あなた何を言って。人形？何の真似だよ。どけよ。あとはそれに任せよ。ディアルド、殺してやる。お前も殺してやるからな。ことが終われば好きにしろ。だがそれが無意味なことと分からぬお前ではあるまい。戻れ。3度は言わぬ。くっそー！よかった。じゃあとはそのお人形と楽しく遊んでちょうだい。また逃げた。そんでもってまたビジョン。ヘレナさん、そのビジョンはもしかするとあの二人よりタチが悪いかもしれないわ。
今度こそこれで完全消滅よ。このラフちゃん、いくらビジョンでもルルギア君本人の前だからその辺にしてあげてね。せっかくのヘレナ様との共同作業のチャンスが。聞いてないわね。もう気配は感じません。ひとまず終わったようですね。ルルギア君大丈夫？遅くなっちゃってごめんなさいね。いや、でももうダメかと。よく来て。あんまり喋らない方がいいわ。とにかく戻りましょう。ラフちゃん、分かってるよ。ああ、もでは仲間も無事に助けられたので、私たちはこれで。ええ、命に別状はないようで安心しました。私ももう行きます。短い間だったけれど楽しい時間でした。待って。結局ちゃんと話してなかったけど、実は私たちは何も言う必要はありません。私はここで何も見なかった。誰にも会わなかった。その方があなたたちの戦いにとっては都合が良いのでは？じゃあヘレナ様はこれからどうするんですか？それは私のなすべきこと。それはもちろんいいことですよね。ヘレナ様の魔法、本当にすごいと思います。だからどうか間違ったことには使わないでください。その時はあなたが私の前に立ちはだかるのですか？邪悪な魔力を放つ二人と戦った時のように。嫌です。それだけは嫌だから。ヘレナ様、私を抱きしめ。優しいだけでなく聡明な子ですね、ラフは。あなたのその眼差しと言葉、生涯忘れぬと誓いましょう。私もあなたと戦うような未来は望みません。本当です。もう二度と会うことはないかもしれませんが、あなたもどうかお元気で。
どなたか存じませんが、凛々しい方でしたね。そうね。ラフちゃんにはいい出会いだったんじゃないかしら。ね、ラフちゃん。ラフちゃん？立ったまま気を失って、なぜ？あらあら、どうしましょう。困ったわ。私、こんな細腕で二人も抱えて帰らないといけないのかしら。報告します。村が率いる本隊の位置は依然変化なし。よし、モント様に報告を。はっ。ここはすごいわね。いくつも異界と歴史を狂わせてきたけれど、ここに集まる国務の力は桁違いじゃない。何者だ？どこから現れた？さあ、そんなことよりこれ見て。足りない。全然足りないんだよ、これじゃ。おのれ！リオニスの手のものだな。短期でこのようなところまで。腕に覚えはあるようだが、生きては帰れぬと。お前らから何も感じないんだよ。役立たずが。でもここには戦いがある。いいな、みんなが殺し合ってる。ここならもしかしたら。ディアルド、これ全部ばらまいたら本当に今度こそ僕も。これでこの戦場のすべてに国務の力が満ちた。村がを撃て！レオニス！滅ぶべし！ぬだやし！あとは待つのみ。最後の収穫の時を。